て素晴らしい妖精なんでしょう。早速指揮官に報告して、今すぐ全部隊に編成してもらわなきゃ。なになに？懐かしいゲームの話？ゲーム？違いますよ。妖精とお話ししてたんです。ああ、妖精ね。邪魔してくるイメージしかないよね。妖精が戦闘をサポートしてくれるので、すごく助かります。RFB もそう思いませんか？絶対に知っておくべきだと思うんです。私のゲームの妨害をしてくる時点で、こいつら敵なんだよな。なるほど。RFB はサポートなしでゴリ押す野蛮なスタンスなのですね。そんな脳筋プレイじゃないよ。マニュアルあれば妖精くらいすぐ理解できるよ。妖精は大型装備製造から排出されます。大型装備製造は60種類の戦役をクリアすると解放されます。そして妖精の役割ですが、妖精がいると部隊が格段に強化されます。主に部隊負荷効果で部隊全体の能力値強化。妖精スキルで能力値を強化したり、作戦を有利に進められる。添付による戦闘中のステータス強化の3つが妖精の働きです。すごっ！妖精は便利ですが、妖精の入手や育成は資源をかなり消費します。物量で押し切るような野蛮な真似はやめましょう。ラジャ！これが妖精のステータスです。まず妖精の種類。この種類によって部隊負荷効果の内容やスキルが決まります。はむはむ。ネーミングは私たちと同じ感じなんだね。次に部隊負荷効果。編成されたら自動的にこの数値分部隊の能力が上昇します。部隊全体バフはすごいね。その下がスキルです。妖精は人形と同じように1体につき1つのスキルを持っています。戦闘以外でも発動できるものがあるので、用途に応じて使い分けていきましょう。そして最後に添付。一定確率で部隊や特定重視の人形をさらに強化します。バフ重複？ぶっ壊れ性能じゃん。ぶっ壊れてるかはよくわかりませんが、とりあえずそれぞれ説明していきますね。まず妖精の種類ですけど、製造で出てくるのは17種類です。当然ですが、全部集める必要は全くありません。でも出るまで回せば実質大型装備製造を回しすぎるのはやめましょう。初めて大型装備製造を行うと、キャリア任務達成で必ず指揮妖精がもらえます。部隊負荷効果が使いやすいから、初めての妖精にはうってつけですね。次に部隊負荷効果。部隊に編成すると自動的に発動して部隊を強化してくれます。妖精のレベルやランクが上がると部隊負荷効果も上昇するので、少しずつ育成していきましょう。そして妖精のスキル。17種類の妖精それぞれに固有のスキルがありますが、戦闘で発動するものと戦術マップで発動するものの2種類があるというのは覚えておきましょう。妖精のスキルは開発のスキル強化でスキルレベルを上げることができます。はむはむ。人形と同じようにスキル強化があるんだね。あと妖精のスキル発動には妖精指令というポイントを消費します。この妖精指令は回復に時間がかかるから注意しましょう。大型装備製造が解放されたら、すぐに妖精格納庫の設備を強化して、妖精指令の上限や回復量を増やしておくのがおすすめです。このスキルは使った方がいいっていうのはあるの？飛行場に移動できる空挺妖精は便利です。8の6みたいなステージも一気に簡単になります。他には盾を作ってくれる挑発妖精も助かりますね。あとは弱い敵を一気に倒せる空襲妖精のデスエアレイドは射速の低いライフル部隊と相性がいいと思います。なにこれ、すっごく爽快じゃん。あとは野戦で視界を確保してくれる照明妖精なんかもおすすめですね。野戦で照明妖精と空挺妖精を組み合わせて使うと活用の幅が広くなりますよ。そして最後に添付です。
このシステムはちょっとわかりにくいから気をつけてください。添付というのは戦闘開始時に効果が発動して部隊や特定獣種の能力値を強化します。添付は17種類あって、添付の種類によって強化される獣種や能力値が変わります。自分の部隊に合った添付を持った妖精を選ぶのも大切なことです。へえ、この1とか2は違うの？数字が違う添付は効果も若干違って別の添付扱いになります。すでにややこしい。妖精のランクを上げると添付の発動率が上がるので、ランク5の妖精なら1の添付より2の添付にしたいですね。とりあえず妖精のランクを上げればいいんだね。では妖精の育て方の話をしましょう。妖精を育てる項目はだいたい4つ。最初はレベル上げとスキル強化を意識していって、余裕があったら妖精構成をして、さらに余裕があったら妖精強化をしてみましょう。装備でもそうだけど強化と構成が分かりにくいね。妖精の場合は構成が先なの？どっちが先っていうのはありませんが、妖精強化には妖精を消費する必要があるので、そんなすぐには取り掛かれないかなと思います。妖精を餌にするってすごい贅沢だよね。妖精を手に入れたら、まずは妖精のレベル上げをしていきましょう。妖精はレベル100になるまでに必要な経験値が人形より多いから、長い道のりになるかもしれませんね。3倍以上？やば！妖精は経験特訓で経験値が入らないから大変ですが、コツコツ続けていきましょう。苦行じゃん。でも妖精のレベルが上がると部隊負荷効果が上がりますし、妖精ランクの上限も解放されるから頑張って損はありませんよ。なるほどなるほど。空挺妖精や照明妖精みたいなスキルが優秀な妖精はレベルより先にスキルを強化してもいいかもしれませんね。でも戦術人形の2倍以上のスキル訓練資料が必要になるので、どのみち長い道のりかもしれません。妖精ハードモードすぎないかな。次は妖精構成の話をしましょう。妖精の構成は装備よりは分かりやすくて、単に添付を変更するだけです。妖精構成は装備と同じで構成チケットと資源を消費しますが、資源の消費が多いってパターンでしょ。さすがにここまで来ると読めちゃうよね。その通りです。装備構成もそうですが、構成は自覚症状なしに資源を使いすぎてしまうので、くれぐれも気をつけてくださいね。装備と違って妖精構成にゴールないもんね。そして最後に妖精強化です。さっきも言いましたが、妖精を素材にして妖精のランクを上げることができます。ランクが上がると部隊負荷効果と添付の発動率が上がるので、最終的にはここまで頑張りたいですね。ちなみにランク3とランク5になった時は妖精の外見も変わります。式妖精めっちゃ強そうな感じになってる。妖精強化をするたびに開発値というものが妖精に溜まっていきます。一定量溜まると妖精のランクが上がるという仕組みです。開発値は最大で3000なので、少しずつ頑張りましょう。どうせなら最大まで強化したいもんね。そして妖精強化では素材の妖精によって得られる開発値が変わります。もらえる開発値は種類も添付も違う妖精だと最低の10、種類も添付も同じ妖精だと最大の150です。これで開発値3000貯めるのはハードすぎない？現実的にできるかは置いておいて、妖精構成を織り交ぜながら開発値を稼いで強化するという方法もあります。育てたい妖精と同じ添付の妖精を強化素材にして使い切ったらまた構成してという感じで妖精強化をしていくと、少し効率よく妖精強化ができます。確かに効率的なんだけど、こんな豊富に妖精持ってる大富豪が羨ましいよ。
妖精の育成が大変すぎるっていうのはさておき、今までよく知らなかった妖精について分かったような気がする。とりあえず戦闘に便利だし、それなりに特色があるし、もっといろいろな妖精を見てみたいなと思ったよ。ありがとね、スオミ。分かってもらえて本当に嬉しいです。今まではうるさい小動物みたいなものだと思ってたけど、ちゃんと知ってみると可愛げがあるもんだね。妖精なんて実在しません。じゃあこれは何？妖精って呼ばれているだけで、実はそれはただのドローンです。ドローンが自身を妖精だと思い込んでいるだけです。マジ？